どうも皆さん、カイトです。レトロ風 2D アクション妖怪ハンター新太郎をご存知でしょうか。こちらは2022年5月4日に Steam でリリースされました。早速全面クリアしたんですけど、どこか懐かしさを感じさせるバリバリの 2D アクションでしたね。ロックマンと魔界村、そしてカービィとゴエモンを足して4で割ったような作品であり、全部のいいとこ取りをしたようなアクション性は結構面白かったです。今回は妖怪ハンター新太郎という作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まず妖怪ハンター新太郎ってなんやねんって方に説明すると、見てわかる通りのレトロ風 2D アクションです。ステージ選択型の横スクロールであり、主人公の新太郎もしくは茜を選んでクリアを目指します。風来の試練は関係ないです。修行に出ていた2人が戻ると、そこは妖怪で溢れ返っているという非常事態。彼らは人類を救うために立ち向かうっていう感じ。新太郎は刀で、茜は苦内なんですけど、近接の新太郎の方がはるかに使いやすいです。レベルというステータスバフはなくて、各ステージにある青の魂を3つ得得すると基本 HP が上昇、赤い魂を3つ集めると超筆が1回だけ使えます。たまに体力回復瓶、赤魂回復瓶が手に入り、メニュー画面でいつでも使えます。ステージを進んでいってラストにボスという王道もレトロ感たっぷりで、1ステージクリアごとにショップでスキルも購入できます。こちらでキャラの攻撃モーションが増やせます。ですが4つを購入した瞬間にお金は無意味になるので注意してください。体力の回復としては敵がランダムでおにぎり、うなぎを出すことがあるんですけど、出現が渋いので期待したらダメ。流れとしてはこんな感じ。次におすすめポイントになるんですけど、昔を思い出すような 2D アクション。平成初期ゲーム世代なら感じると思いますが、もろに SFC を感じさせるドットアクションが一番の特徴。ステージ選択画面からのロックマン、ランダムに出現する魔界村ばりのアンデッド、ゴエモンを感じさせる動きからのとどめは刹那の見切りというミニゲーム、マジでお腹いっぱい。切り出てるところは特別ないんですけど、全部のいいとこ取りは結構面白かった。ちなみに日本語訳は相当にガバイですが、理解はできるのでご安心してください。ボスは強いというよりは覚えゲーになり倒せるんで、そこまでは苦労はしなかったです。防御はないんですけど、ダッシュからの2段ジャンプなどはまさにロックマン。敵のバリエーションも妖怪がベースなので見ていて楽しかったです。次に気になるポイントなんですけど、ステージが心折れるぐらい難しすぎる。初っ端から8ステージ選べるんですが、どのステージを選んでも楽な場所はないです。ほんまに何一つ簡単なステージはない鬼畜っぷりで、時計回りから全部選んでみたら左下が幾分増しでしたね。デス判定が強すぎるのもあって、落下にある事故死、理不尽な攻撃でのロックダウンなど大声ねふざけんなと家中に響かしたのは内緒の話。唯一馬に乗っての自動操作でのステージが楽そうに見えて何度か試したんですけど、分かっていても避けきれない突進アンデッドの謎の当たり判定、そしてびっくり木材避けの難しさ、妖怪箇所の初見殺し感で心折れそうでした。これだからレトロゲームモチーフはやめられない。最後にまとめになるんですけど、 SFC 時代を思い出せるようなレトロ風 2D アクションを体験したい方はぜひプレイしてほしいのが妖怪ハンター新太郎。ステージの難易度設定がめちゃくちゃおかしいですが、突破できる時は突破できてしまうもどかしさ、敵のフォルムのカラス天狗はバチクソかっこいいので、それだけでもやる価値あります。クリア後要素としては刹那の見切りもどきからのチャレンジモードが解放されるんで、ちょっとしたミニゲームも楽しめますよ。よかったら皆さんも懐かしさをかみしめながら楽しんでみませんか。きっとジャンプの着地地点に敵の攻撃が飛んできてノックバックしてからの落下ですで、ほんまにコントローラー投げてしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。